ポッドキャストオンボヤージ。仕事は祭りです。祭りです。ドイツバーンに布団抱えて乗って11時間ぐらいの旅をしました。日本に帰りたいって思う瞬間はありますね、ぐちゃぐちゃに結構戻してしまって、ぐちゃぐちゃにもうスプーンのところにスプーンを入れずに、そうもうフォークも一緒にナイフも一緒に入れてたっていう感じってでね。いうことがあった次の日の朝、私はあなたたちのお母さんじゃないのよ。気がつけばヨーロッパに21年、人生の旅の途中で出会うかけがえのない一コマを。皆さんこんにちは。オンボヤージュへようこそ。今日は特別ゲストにみつよさんをお招きしています。こんにちは。こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。もうね、学生時代からの友人です。30年、もうすぐ30、知り合って30年が経とうとしています。ちょっとみつよさんの紹介をはじめに少しだけ。はい、2005年にドイツに来て、ロストック音大で勉強されました。その後リンツに行かれて、リンツの劇場で何年になりますかね。10年ぐらいかな。うわ、リンツの劇場で10年歌われて、はい、で4年前にまたドイツに戻ってきました。はい、戻ってはい、また、はい、そしてなんかまたされているということで、今日はそんなみつよさんのですね、お仕事の話だったり、人生の一コマをお聞かせ願えたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何を隠そう、ドイツに来た初めの1ヶ月、私たち一緒に、ルームシェアで過ごしました。生活してました。21年前になります。はい。うわ、あっという間にね。本当にね。ルームシェアを始めた時に、私はまだ料理とかそういうのを実家でほとんどしてなかったので大変だったんですよね。どうやって何を作ったらいいのか。今みたいにインターネットもなんかレシピサイトみたいなのもなかったし、あの頃はね。でそれでなんかね、思い出に残ってるのがスープ、野菜スープをね作ってね、玉ねぎの匂いがね未だにね記憶に残ってますね。美味しかった、美味しくなかった、美味しかったか美味しくなかったかはちょっとただ覚えてないですけど、キッチン、こうちょっと薄暗いキッチンで銀色のお鍋にね入れてねそう一番ね初めに行った時に2つ部屋があって、で隣の部屋にはシュテフィっていうね女の子が住んでたんですよね。でもう一つの部屋の結構広い部屋、広かったね。本当に一つの、ぶわって大きい部屋に一緒に住んで、そのなんかだからキッチンはそのシュテフィと一緒に共同で使うっていう感じで、なんか初めて、ちゃんと洗って食器をこう乾かして元に戻した時にぐちゃぐちゃに戻してしまって、ぐちゃぐちゃにスプーンのところにスプーンを入れずに、もうフォークも一緒にナイフも一緒に入れてたっていう感じでね。っていうことがあった次の日の朝、テーブルの上にバーンってこう置かれて、シュテフィにね手紙、置き手紙をね、私はあなたたちのお母さんじゃないのよみたいな感じメモ用紙がね、怒りのメモ用紙が懐かしい、そんなこともありました。怒られましたね。他になんか思い出すこととか。そう、来た時はね、ドイツ語がまだほとんど喋れなかったので、やっぱり人とのやり取りは、英語はもう喋れたわけじゃないですけど、ドイツ語よりかはまだマシだったので、で英語でね携帯電話を契約しにO2にね契約しに行ってでそのお兄ちゃんと英語でね、そうやり取りした思い出もありますね。なんか小さい、本当にまだ小さいこう10センチぐらいの、そう銀色のね、なんかね、そう12、13センチぐらいのね、私ノキアでした。番号と本当ちょっと、ね、3センチか5センチでちっちゃいスクリーンに、そうなんかポケベルみたいな、カラーでもないしそうカラーでもない、モノクロ、テリリリテリリリテリリリそう
当時はねスマホとかまだほとんど多分ねない時代でね、インターネットもダムトアにあったなんていうかな、インターネットカフェじゃなくて、しに行ってたよね。そう外国の人が外国に電話をするためのお店で、そこでインターネットもできたみたいな、インターネットがコンピューターが据え置きであって、そこを何分いくらみたいな感じでそうメールを確認するってましたねハンブルクに私日本の本とかなんだ文字がすごい恋しくなってもう活字がね今あるかどうかはちょっとわからないんですけど OCS だったっけなんかね日本の書籍を取り扱う本屋さんがありました。でそこでその月の雑誌とかじゃなくてちょっと古い2ヶ月前、3ヶ月前とかの雑誌がちょっとね安く売られててですね、その月の雑誌だと日本で買うのの3倍ぐらい値段がしたけど、3倍そうでも古い雑誌になったらちょっと半額ぐらいに値下がりして、なるほどそれでも日本で買うより高かったんですけど、でもそれをたまに買いに行ったりしてましたね。もう活字はね、今ほどだからインターネットね電子書籍とかもないし、そうあと貸し借りしてね、なんか駐在員の奥さんのなんかもうそうだね、なんか語学学校で知り合った駐在員の奥さんに借りた本とかをとかね、あとは前々から来てた日本人の方に巡り巡ってもらった本とかで、そうですね、本当にお世話になりましたね、あの時は。今みたいにね、ネットフリックスとかもなくて、もうないものを探してね、そうあの手この手で集めたり買ったりするっていうのはね、ドラマとかもね貸して借りて貸してとかね、そうだから光代さんはだからね、国をまたいでヨーロッパ引っ越しされたわけですよ。そうですね、オーストリアにドイツから1回行ってまたドイツに帰ってきたので、リンツはそこに行きたいっていうか、もしくは偶然、そこにいろいろたまたま、オーディションで受かった劇場がリンツで、最初私リンツってどこかも知らなくてオーストリアっていうのも知らなかったんですね国もわからないけど、そうですおすすめされてでそれでフォアゼンゲンオーディションに、行ったのが初めてのオーストリア訪問で、なんかそのオーディションのこと覚えてます？なんかどんな感じ？オーディションがね、もう本当直前に決まったので、確かね 3,4 日しかオーディションまで時間がなくて、急いで、飛行機を手配して、でそれで、ウィーン経由でハンブルクからウィーンに飛んで、ウィーンから電車でリンツに行ったかな。ウィーンからね1時間ちょっとで行くんですね、リンツはね。初挑戦で、縁があったという感じで。アリアとかも歌いましたか？もうね一次審査、二次審査、1時、2時、3時、4時ぐらいまでありましたね。うわ1曲歌って待って、2曲歌って、そうですそんな感じ。2曲歌って、そう次もう一回歌ってくださいみたいな、人数が減ってきて、じゃあもう一回歌ってくださいみたいな感じで呼ばれて、それであと最後の最後出た初見とかフォンブラック新婦師匠、そういう初見かそう新しい楽譜もらって、その場でそうですね踊ったりとか、踊りはなかったです踊りはなかったですそんな動いたりするテストはなしの、もう音楽。そうですね。ただ大体のこういうオーディションっていうのは、最後のその初見の他にですね、シャウシュピール、踊りはないですけど、シャウシュピールって朗読が課題があるところが多くてですね、ドイツ語で文章も自分で選んで用意していて 3分とか、そんなに長いやつじゃないですけど、そういうのをドイツ語表現がどこまでできるかみたいな、なんかそんなの見られるんですかね。なんかそんなのがあるところがほとんどですね。もう卒業が実はまだしてなくって、当時
で合格したはいいものの、私もちょっと学業を最後まで、終わらしたかったっていうのもありまして、で仕事をそうですよね、せっかくだから、だから仕事開始をちょっと待っていただいて、シーズン始まりって大体夏休みの後8月とか9月とかなんですけど、でもそのシーズンをちょっと始まりをちょっとずらしていただいて、私の場合待っていただいて11月からその学業を急いで終わらせて、卒業試験とかを、で11月から始めましたね。じゃあ学校終わって、で引っ越しもその後。そうですね、引っ越しもその時は一人だったんで、ドイツェバーンに布団抱えて乗って11時間ぐらいの旅をしました。ロストック布団乗っけて布団を乗っけて、あら、スーツケースと布団と、あとこまごましたものは確かなんか宅急便で先に送ったかな。なんかね、寮があったので劇場の、だからそこにも部屋を1個いただいて、それはね、そこ家探しがないのはだいぶ、そうハードルがね、今考えるとそれすごい助かったなと思いますね。家探しがね大変ですからね。これは本当にまた別トピックスでぜひみちよさんに再度来ていただいて、家探し企画で一回また来てください。はい、わかりました。ちょっと仕事の風景というか、私がすごいなと思うのは、もうやっぱりアンプで動きもあって、それだけでもう本当にすごいな。例えばリハーサルは、初めはみんな楽譜持って、とりあえずそれかもうほぼアンプ状態でリハーサルに来ない。そうですね、ほぼアンプ状態ですね。それも舞台稽古が始まる前に音楽稽古が結構あって、歌う量とか、あとちょうどその稽古が音楽稽古に時間が取れる期間だとか、それにもよるんですけど、2,3 週間はあるじゃないかな、音楽稽古だけの期間が、だからでそのコアディレクターが稽古をつけてくれるので、でそれで音楽稽古もう譜読み一昨日から始まって、だから舞台稽古が始まる時には結構もう、私の場合ちょっとアンプはね、私もアンプが苦手なのでメロディーは頭に入ってると。であと舞台稽古してたら何回も同じことを繰り返すでしょ。今のシーンもう一回お願いしますみたいな感じで、だからね割とねそれはね誰でもできます。だってイタリア語、ドイツ語、いろんな言葉があるでしょ。ドイツ語はまだ普段喋ってるからあれですけど、イタリア語とか、そんなこう普通に喋れる普通に喋る言葉じゃないですか、だからどちらかというと暗号のような、なんていうんですか、カタカナで覚えるみたいなそうこれが来たらこのあが来たら次いいみたいな、そういう感じでもうどうしても覚えれないところはそうやって、そうですね、書いて覚えたりとか、すごいなしますね。でその舞台稽古の期間の最後の10日間ぐらいが一番大変で、通し稽古とかがどんどん増えてきて、あと衣装を着たりメイクをしたり、そういうのでそういう通し稽古が増えてくるのが、本番、初日が始まる10日ぐらい前からかな。でそれで OK と合わせたりとか、そういうのがあるので、私この前ちょうど土曜日にオペラの初日があったんですけど、今日はちょっとほっと一息という全然。なるほど、やっぱ初日がね、やっぱりそうですね、お祭りみたいなもんですからねお仕事がお祭り、これいいですねこれ使わせていただこう。仕事は祭りです。でもだから化粧もしなくちゃいけなくて、事前に入って、そうですね、化粧自分でする場合とメイクさんがしてくれる場合とお願いもできるし、自分でしたい場合は自分でそんなにこう難しい特殊なメイクじゃない限りは自分でできることも多いですし、結構自分でしますっていう同僚は多いですね。時間がさメイクさんにしてもらうことになると時間が決まってるんですよ。誰が何時に来て誰が何時に来てみたいな、そういうのがそうですね。だからそれはめんどくさいのでもう自分でしますみたいな
人も結構いますね。なるほどね。はい。ちなみに、はい。こう一番大変だった、一番きつかったなみたいな瞬間とかってあります？多分きついというか、多分まあでも中期さんとかもそうだと思うんですけど、夜遅くなるのがやっぱり、ね、公演があるとどうしても帰宅がね10時半11時とかになることもあるので、それがやっぱり、あれかな、しんどい時もありますかね。あとは土日、他の人がお休みの日にお仕事みたいな、そういうのは特にそうそう、子供がいると余計に大変だったりしますね。それがね、仕事というよりかはそれに付随することでね。はい。それこそね、みつゆさんのお子さん2人いらっしゃるっつって、はい。だから今はね、ちょっと大きくなってあれですけど、それでもやっぱりね、ベビーシッターさんとかね、まだまだいりますね。はい。そうなるとね、だから夜遅くて、そうですね、シッターさんの手配が何人かお願いできる人がいるんですけど、たまにその人たちみんな全滅みたいな時もあったりして、その時の手配が段取りが大変ですね。夜やからね、寝かしつけとかもね、だからお願いしなきゃいけなくなるって思うと、あとご飯の準備とかね、全然知らない人にポッと渡せるという感じではないですからね。そうなんですよ。そうだからやっぱりいつも来てくれている人にお願いしたいでしょう。でももうニッチもサッチもいかない時とかもたまにあるので、それが結構大変ですかね。ドイツ給食はありますか？給食あります。はい。でも週に1回は絶対、ヌーデルミットトマーテンゾーセみたいな、トマトソースだけのパスタ、トマトソース、そうですね。あとはミルヒライス、ご飯と牛乳を混ぜて、ミルクがゆか、そうですね。そういうのとか、あとはフライドポテト出すときは誰でも食べるみたいな。なるほど。フライドポテト率は高そうね。本当にね、これはちょっと不健康極まりない感じがしますけどね。自分たちの給食のことの記憶がね、ベースになって比較するから、それを比較するとね、それとバリエーション、雲泥の差ですね。だって絶対多分日本だったら1ヶ月の間に同じものが出ることで多分ないんじゃないですか。毎日ね、あと献立表みたいなのがあってね、そうあと季節感のある野菜とかも使われたりとかして、ちなみに、スイスは給食なくて、そうなの。でお昼は帰ってきて、でまた午後授業がある子どもたちはまた学校に帰っていくっていう。一回帰ってお昼ご飯食べてまた学校に行く、それもまた大変ですね。結構ね、負担がね、あら昼間にお家に誰もいない子もいるでしょ。いない家庭はだから学童保育っていうんですか、だからそこにお昼に行って、それ別、申し込みはしなきゃいけないんですけど、そこに行ってお昼食べたりとか、あとは本当に近所同士で支え合って、とか、あとはお昼のためだけのサービスみたいな、家に来てするようなサービスも、全てスイス価格ですけどね。だからめっちゃお金かかりそうですね。本当にすごいと思います。いろんなまたね、国によって違うこのシステムとかも、ぜひ第5弾、第6弾でまたぜひね、みつゆさんこれね、シリーズ化していきたいな。これね、出てきますね。テーマがねテーマが出てきますね。日本に帰りたいって思う瞬間はありますか？あります。最近、もちろんあります。昔に比べると多分少なくなってはきました。地元大好きなんで、なので常に帰りたいと、やっぱり食べ物がやっぱりもうたまに一時帰国して家でも実家でもいいし、どっかレストランとか食べに行ってもいいし、とにかく食べ物がやっぱり美味しいですよね。新鮮でね。そうなので、それとあとは天気
北ドイツのね、天北ドイツ気もう本当にもう今は春にちょっと春になってね、そう夏至に向けて日も長くなってきて、ね、お天気がいい日も多いし、あと明るくなったので、今はねこうもうドイツ人もみんな機嫌がいい、そうでもそれがまた10月11月とかになってきたら、もうねどんどん日が短くなるし、それでいつももう曇り空か雨か雪みたいな、そうそして寒い暗いどんよりみたいなね、どんより、もうそれがねだいぶ憂鬱にねうつうつとして、それ長いですね、その期間がまたね、そう長いんですよ。北ドイツわかんない、他の多分ドイツも南の方は違うかもしれないんですけど、でも北ドイツね本当にねもうね冬が半年以上ありますからね、やっとこの週末暖かくなって、でもまた今日から、また寒の戻りじゃないですけど、ちょっと寒いね、周りがね、寒くなったので、私だって先週ぐらいまで湯たんぽ使って寝てましたからね必需品湯たんぽがないともう足が冷えてね、寝るとき大変寝れない寝つきが悪くなるので必需品とにかくそのお天気と食べ物、またね日本がね、そのやっぱり冬でもやっぱり太陽がカランと晴れるね、そうですね、冬こそそのね、日本の北の方だとまた全然ねこっちと似たようなものかもしれなくて、今同僚でね北海道出身の人がいるんですけど、その人曰く結構似てますっていう天気がね冬の感じ似てますっていうんで、そうだから結構合ってますって言うんでその人はだからまあそこら辺はね生まれ育った環境、高知はね、特にまたこう、冬言うてもねだいたい10度とかね、冬でもねお日様出たら遊べるし、外でね、なんか私がこうドイツに来たばっかり4月に来て、でも多分ね14度とか、私にとってはまだこう寒い、肌寒い時に冬ですよね。そうでもハンブルクがその日太陽が出てて、でみんながこぞって T シャツになって外のカフェに座って太陽をこう浴びてて、いやでも寒い、自分としては寒い冬やのに、いやこの人たちどうしたのと思って、いや寒いよまだと思って、ドイツ人いや体温高いのかなとか思ったりとかした。今なら、この冬を経験した今なら、そうですねもう本当太陽ができてる期間がもう限られてるから、もう今じゃないとみたいな、みんなこぞってね薄着になって、そうですね、本当にそうですね、そう確かに、そういう時にはやっぱり日本に帰りたいな。そうですね、食事と天気、そうですね、もうそれですね、ね、でもこうやってね友人が遠いですけど、近くでね頑張って意外と遠いでしょ。日本から考えたらね、なんかヨーロッパ一括りでね近いイメージはありますけど、時差もないし、そして交通機関が特にドイツは信用できないので、最近ねもうドイツ鉄道がもう本当にもう遅れるとかだったら、遅れるわ、キャンセルになるわ。何十年も前はすごい前の話だと、なんか時間通りに生活しなさいとか言ってた、それの代名詞としてドイツバーンみたいになりなさいみたいに言われてた時代もあるくらい、本当に時間通りだったらしいのに、今ではねもうね信用ならんってね、信用ならん、もう鉄道移動は信用できんみたいな、予定が立てられないですもんね。だってね、そうですね、乗り換えにとにかくその乗り換えがある場合、乗り換え時間が例えば10分ぐらいしかなければ、日本だったら結構もう新幹線とかでも乗り換えて10分あったら結構まあいいかなみたいな感じだと思うんですけど、こっちで10分だと何が起こるかわからないので、ほぼ無理、初めからね、無理ですね。そうかなみたいな、行けたらラッキーみたいな。そうでも多分スイスはまだ全然スイスは、正確なんでしょう。ヨーロッパの中ではカチッとしてるというね、でも最近はやっぱりね、
多分働く人が足りないっていうかね不足してて、てたまにありますけどね。でもドイツ版ほどじゃないですね。そうね。そうだからね、近いといえど遠いですけど、ね、やっぱり存在がね、ありがたいなと助けになります。なんか自分も頑張ろうっていうね、励みになりますね。そうですね。そうですね。ドイツ生活で未だに慣れないことないですか？未だに慣れないこと、ドイツ生活、車の運転かな。車は私、日本だと車運転するの結構好きなので、自分でちょこちょこ出かける時も車で移動することが多いんですけど、やっぱりなんかこう苦手意識があって、ドイツだとか日本と反対、右と左とね、本当に道路反対、右側通行になるので、なんかそれがこう苦手なので慣れませんね。慣れないっていうか、ほぼ運転できてませんね。右から来る車が優先とかちょっとずつ違う。そう右優先なんですよね。こっちのドイツのその路上駐車に縦列駐車をしないといけないでしょ、大体はね。だからその縦列駐車が私できないんですよ。苦手なんですよね。だからなんかまず路上駐車ができないので、それもありますかね。私も自信ないかな。多分10分ぐらいかかりそう。出て入ってなんかこう後ろから人が来たりするともうすごいもう焦ってね。私リンツ時代にほらこっちってクライスフェアケア、ロータリーロータリーの入り口で止まって、でその後その時走ってた車がガスでマニュアル車でエンストしてなんか出発できなくなって、後ろにこうどんどん連なって車がプップーとか鳴らされて、ものすごい悪夢を見た経験がありまして、なんかもうねそのこと今ちょっと思い出しました。だからそういうのもね、こうなんかあんまりね、そうです、トラウマがあるんです。確かにそういうのがあるとなかなかトラウマといえば、光代さんの一番初めのドイツに来た時のトラウマが前にね、スーパーでね、別のスーパーで買ったものを次の2軒目のスーパーに持ち込んだ時に、あなたここで取ったんじゃないのみたいな疑いをかけられて、でそれでなんかそれを証明するためにレシートを出せばよかったんですけど、そのレシートがどこへ行ったかわからなくなって、なんかすぐにこうレシートを店員さんに見せれなくって、それでこう焦ったみたいな、なんか説明も、できないくらいの、そうまだ言葉も達者じゃないし、本当にでもそういうなんていうこうちょっと初めてのことがいっぱいあって不安などぎまぎしてこうね、おどおどしてるような時に一緒に経験ができる光代さんがいてくれたおかげで初めをね乗り切れたなと、本当に一人だよりも心強かったですよね、多分ね。本当にそう思いますね。いろいろねやらかしましたけど、いやもう最初の1年で私白髪がねどっと増えまして、もういまだにこの一部ここら辺もうね白髪ゾーンがこうその時の1年でできた白髪がいまだにすくすくと育っておりますね。21年、いろんなことがありました。またね次回もいろいろお話聞かせてもらえたら嬉しいです。本日のゲスト光代さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。チュース。対談いかがでしたでしょうか。北ドイツ在住光代さんでした。懐かしい話や光代さんのお仕事の様子も聞けてとっても嬉しかったです。光代さん本当にありがとうございました。またぜひお話聞かせてください。遠くでそれぞれの場所でみんな頑張っている。そう思うとなんだか元気が出てきませんか。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。この番組では皆さんからの質問やお便りを募集しています。送り先は概要欄のリンクから、メールアドレス
インスタグラムのメッセージでお待ちしています。皆さんの人生の一コマ、どしどしお寄せください。オンボワヤージュ、フランス語で旅の途中。人生という長い旅、まだまだ続きます。それではまた次回。お相手は千雪でした。